今回は前回に引き続きポピープレイタイムと音楽をテーマに考察していきます。題材となるのは最近公開されたクリスマス向けの最新動画です。一見すると雰囲気を楽しむための映像ですが、その中にはいくつか気になる要素が見えてきました。今回はそれらを一つずつ整理しながら見ていきたいと思います。ユールログ、12月20日、モブはユールログと題した約1時間の動画を投稿しました。この動画は暖炉で燃える炎と環境音だけが流れ続ける、いわゆる背景用の映像です。クリスマスシーズンには定番の形式で、リビングでくつろぐ時間や勉強や作業中の BGM として利用されることも多いタイプの動画と言えるでしょう。もともとユールとはヨーロッパに由来する冬至の祭りを指します。ユールログとはその祭りの際に暖炉で燃やされる大きな焚き木のことです。これは太陽の再生や新年の訪れ、そして家族の無事を祈る象徴的な行為として扱われてきました。この意味を踏まえると、今回のタイトルであるポピープレイタイムユールログはゲームとしてのポピープレイタイムを指しているというよりも、暖炉で燃やされる焚き木としてのポピープレイタイムの看板を示しているようにも見えてきます。そしてそれはポピーという存在の再生や何かが新しく始まることを暗示しているとも受け取れそうです。ネタ動画、暖炉のような場所でポピーの看板が燃やされているこの映像は、実はチャプター5のティザートレーラーでも確認されていた描写です。映像を見る限り、看板は1時間以上燃やされ続けているように見えます。その様子から単なる雰囲気作りのネタ動画として受け取ることもできるでしょう。同じように周囲にはいつまでも燃え切らないスマイリングクリッターズたちの姿もあります。さらに BGM として流れているのは2005年当時にはまだリリースされていないはずのスリープウェルのメロディーです。この点からチャプター3の隠し要素として登場したキャットナップのラジカセを思い出す方も多いのではないでしょうか。ではこの動画は本当に雰囲気だけの映像なのでしょうか。実際に視聴していくといくつか気になる変化や違和感が見えてきます。ここからはそれらを手がかりに一つずつ解説していきます。実験体1202、この動画が単なるネタ映像ではないと感じられる理由の一つは、映像の中にいくつかの明確な変化が見られる点です。まず注目したいのは途中で登場する小さな個体です。その姿はこれまでにも断片的に登場してきた実験体1202を思わせるもので、今回の映像でようやく全体像が見えてきたようにも感じられます。ただし顔の部分は未だに影に隠されており、正面からの表情を確認することはできません。わかるのは横顔のみです。周囲で燃えているスマイリングクリッターズと比べると大きさはほぼ同程度か、あるいは一回り大きいようにも見えます。 T シャツに描かれた顔から細部を判断することはできませんが、丸く突き出たピエロのような鼻を持っている点は確認できます。全体的に見た印象は非常にボロボロで、とても市販されていたおもちゃとは思えない状態です。まるで暖炉に温まりに来たかのようにも見えますが、何かの気配を感じ取ったのか、やがて慌てるようにその場を離れていきます。クリスマスツリー、画面右側に映っているクリスマスツリーの頂上には例の星型デバイスが置かれています。単なる星のオーナメントとして配置されているのでしょうか。この星型デバイスはデジタルの顔が点灯します。その点灯と消灯は電源のオンとオフの切り替えを示唆しているようにも見えます。この星はこれまでにも何度か登場しており、繰り返し描写されている点から考えてもチャプター5では重要な要素になる可能性が高そうです。星の下にはこれまで見覚えのない機械が置かれています。プレイタイム社のロゴが確認できることからゲーム内の説明文にも記載されている新しいグラブパックの追加パーツのようにも見えます。形状をよく見るとタイヤのようなものがついているようにも見えるため、セグウェイのように移動速度を向上させるための装置なのかもしれません。そのすぐそばにはまたしてもハギーの手が置かれています。この手はこれまでの映像でもほぼ毎回のように登場しており、意図的に配置されている印象を受けます。さらにその手前にはみんな大好きリモーンの姿が少しだけ見切れる形で映っています。音楽、暖炉の映像とともに癒しとは言い難いどこか歪んだ音楽が BGM として流れています。落ち着いた映像とは対照的に不安をかきたてるような音が印象に残ります。ではこの音楽はどこから流れているのでしょうか。以前の考察を踏まえると先ほど触れた星型デバイスから音楽が再生されている可能性も考えられます。実際時折オルゴールのような音色が聞こえてくるため、その線を想像するのも自然です。しかし映像を確認すると星型デバイスの電源がオフになっている場面でも音楽は流れ続けています。この点からこの動画内では星型デバイスを音源と断定するには無理がありそうです。
そこで注目したいのが、画面左側に映っているラッパ型の蓄音機のようなレコードプレイヤーです。この機械こそが音楽の出所である可能性が高いと考えられます。古い型の機器であるためか、流れている音楽が歪んで聞こえるのは機材の劣化によるものなのかもしれません。音楽の中には何度かスリープウェルやイッツプレイタイムといった旋律が混じっているように聞こえます。それ以外にもポピーのケースで流れていた1000年のメロディーが含まれています。部屋の様子、画面の左側には少し見切れる形でテレビのようなものが映っています。もしこれがテレビではなくパソコンのモニターだとした場合、過去に登場した ARG 用のパソコンを思い出させる存在でもあります。そのため今後 ARG が再び動き出すことを示唆している可能性も考えられます。ただし現時点では断定はできません。そこで今回はモニターそのものよりもその下にあるテレビ台に注目してみました。このテレビ台は形状が暖炉と非常によく似ています。メタ的に考えると、もともと暖炉のパーツを小型化してテレビ台に転用したのか、あるいは逆にテレビ台を拡大して暖炉のように見せているのか、その意図ははっきりしません。実際のところ煙突はなく典型的な暖炉とも言い切れず、かといって完全なテレビ台にも見えません。ただクリスマスの靴下をかけられそうなフックのような形状もあり、用途が曖昧な不思議な家具であることは確かです。部屋全体を見渡すとテーブルや本棚、簡素な椅子などが配置されています。さらに奥の方にはドアと壁紙が見え、ドアや家具の一部には星のマークがついていることも確認できます。壁紙のデザインはシネマティックトレーラーに登場したリリー・ラブ・ブレイズがいた部屋とよく似ています。窓の形状などにも共通点があることから、この部屋はリリー・ラブ・ブレイズと何らかの関係がある場所なのかもしれません。ただしあの部屋で特徴的だった床の模様が見当たらないため、現段階ではリリーがいた部屋そのものではなく、その近くのエリアで起きている出来事と考えるのが自然でしょう。この場所が今後ゲーム本編の中で登場するのかどうか、その点も含めて非常に楽しみな要素の一つです。謎の声。映像の途中、突然ノイズが混じった声が聞こえてきます。その場には誰の姿も見当たらないため、最初は蓄音機から流れている音声のようにも思えます。しかし状況を踏まえると、この声の出所は暖炉で燃やされているポピーの看板である可能性が高いと考えられます。この看板はボタンを押すことでセリフを再生するおなじみの仕組みを持ったものです。しかしポピーの看板が本来どのようなセリフを持っていたのかは未だ明らかになっていません。そのためこの謎の声が看板の音声であることを示唆しているようにも受け取れます。またこの看板は比較的初期のものであると考えられます。長年の使用による劣化に加え、燃やされることでスピーカー部分が損傷した結果、音声にノイズが混じってしまったとしても不自然ではありません。ではこの声は何と言っているのでしょうか。正直なところはっきりとは分かりません。ただし注意深く聞くとマミーあるいはダディといった単語のように聞こえる部分もあります。もちろんこれは断定できるものではありません。聞き間違いである可能性も十分に考えられます。しかしこの違和感を起点にしてこれまで見てきた要素が点と点で結びつき、線を引いてまるで星座のように一つの結論が浮かび上がってきました。星と学校。これまで見てきた星というモチーフはある特定のエリアで特に多く確認できます。それがプレイケアの学校です。生徒たちのカバンには星のマークがついてます。学校の校長はマリアという人物です。その校長室には惑星の模型が吊るされており、部屋を出てすぐの場所にも星のマークが確認できます。ちなみに過去のプリントからわかるように、以前の校長はライアンという人物でした。当時から星が学校のシンボルだったかどうかは不明ですが、少なくとも現在星というモチーフが集中的に登場している場所が学校であることは間違いなさそうです。こうした点からリリーと学校の間には何らかの関係性があるのではないかという考えが浮かび上がってきます。さらに共通点として挙げられるのが、学校の先生であるミス・デライトと同じような構造の関節を持っている点です。私は以前から学校の先生たちは本当に全員が人間だったのかという疑問を抱いていました。ここから先は妄察になります。妄察とは妄想と考察を組み合わせた考え方です。先ほど触れた謎の声を踏まえ、ポピーの看板が母親や父親について語っている存在だと仮定します。その場合、ポピーの看板を燃やした人物は両親という存在そのものを恨んでおり、
その話題に触れるポピーの存在も疎ましく感じていた可能性があります。同時にその人物はプレイタイム社で唯一の家族型おもちゃであるロングレックスファミリーを快く思っていなかったのかもしれません。その結果としてマミーやダディの看板を細工し、セリフが出ない状態にした可能性も考えられます。ではその実行犯は誰なのか。この部屋の雰囲気やモチーフと深く関係している存在としてリリー・ラブブレイズが浮かび上がります。リリーには先ほどから触れてきた星というモチーフがあります。そしてリリーの被験体となった孤児は両親に捨てられプレイケア出身であったと考えられます。その孤児であったリリーは成長し学校を卒業。そのままプレイタイム社の社員となり自身の出身施設であるプレイケアで働くようになった。そして努力の末学校の校長という立場にまで上り詰めた可能性があります。しかし会社に貢献する一方で非人道的な実験の実態を目の当たりにしてしまった。内部告発を試みたもののレースたちに見つかり実験体にされてしまった。その後マミーと同様に記憶を消す処置を施され巨大化したおもちゃとして校長という立場で職務を続けていたという仮説も成り立ちます。ここで名前に注目します。校長の名前はマリア。聖母マリアの象徴は百合の花です。新約聖書でも有名です。百合は英語でリリーと呼ばれます。さらにマリアという名前はマミーのセリフの中にも登場しています。奪ったのよ、あの子を奪った、私を奪った、マリアを奪ったのよ。このセリフでは私、あの子、マリアという3つの存在が語られています。文脈的に考えるとあの子とマリアは別の人物である可能性が高いでしょう。あの子はベビーロングレックスあるいは孤児そのものを指していると考えられます。ではマリアとは誰なのか。それは記憶を消される前人間だった頃のマリア校長を指しているのかもしれません。つまり学校の職員たちは都合よく管理された巨大化したおもちゃで固められており、リリーもまたおもちゃの姿で校長という役職についていたという可能性が浮かび上がってきます。こうして見ていくと星というモチーフはプレイケアという教育施設とそこに関わる人物たちを象徴していると考えることもできそうです。この動画が面白かったと感じていただけたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。